そろそろ梅雨ですね。フィラメント大丈夫ですか？最近印刷したものの糸引きがひどくなったり、表面がざらついていて荒れていたら、それはフィラメントが湿気ているサインかもしれません。そして一度湿気ると乾燥させるまで元には戻りません。今日はこのフィラメントの湿気対策を一通り整理していきます。湿気対策というと乾燥させればいいと思いがちですが、そう簡単ではありません。フィラメントの乾燥には6から8時間かかります。使う前にちょっと乾かそうというわけにはいかないんです。だからこそ毎回乾燥させるのではなく、乾燥済みのフィラメントを乾いた状態のまま保管しておくことが大事になります。つまり保管と乾燥は別の話で、それぞれに合った道具があります。今日はこの保管と乾燥の2つを整理して実際のワークフローを組み立てていきます。最後にはバンブーラボの AMS を使っている方の向けの選択肢もご紹介します。ではまず湿気ると何が起きるのか、そこから見ていきましょう。フィラメントが湿気るとまず気づきやすいのがノズルの音です。パチパチプチとプチといった音がしたりします。フィラメントに含まれた水分が高温のノズル内で一気に気化するので、こういう音になります。音だけでなくプリントの表面にも影響が出ます。糸引きが増えたり表面がざらついたり、おかしい失敗したりするんですね。特に影響が大きいのがペット G とか TPU です。ペット G は湿気ると表面に小さな気泡が出たり、TPU は糸引きや剥離がひどくなったりします。自分も以前 TPU の印刷がうまくいかなかったり、PLA なのに糸引きがひどくなったりしたことがあります。原因がフィラメントの湿気だって気づくまでにしばらくかかりました。そしてフィラメントの素材によって吸湿のしやすさが違います。ナイロンや TPU は特に湿気を吸いやすくて、PLA でも開封後に数ヶ月外に放ってしまっておくと溶けてきます。で、こういったフィラメントごとの乾燥温度っていうのは後ほどまとめてご紹介しますね。そしてここで大事なこと一つ、保管と乾燥は全然別の役割を持っています。保管の道具っていうのは乾燥した状態のフィラメントをそのままキープするためのものです。例えばこのドライボックス、中林のキャパシティ27リットルなんですが、ありがたいのがこの内蔵の湿度計です。これウェット、ベスト、ドライってあるんですけれども、このドライと表示されていれば中の湿度が保たれているのが一目でわかります。そしてここでこのボックスの中に一緒に入れておきたいのが東洋リビングのモバイルドライです。これは繰り返し使える電子式の乾燥剤で、中の粒がピンクに変わったらコンセントに挿して再生できます。使い捨てのシリカゲルよりコスパよく使えます。ただしここが重要です。湿気てしまったフィラメントをこのドライボックスに入れても乾かすことはできません。ドライボックスは保管であって乾燥ではない。これが今日の話の大切なことの一つになります。ドライボックスはとても使いやすいんですけれども、これ割とフィラメントパンパンに入れるととっても重くなるので、これはちょっと持ち運びですね。移動したりするのがちょっと大変にはなります。しばらく使わないフィラメントを長期保管するとか、1本ずつ保管しておきたいっていうなら真空バッグっていう選択肢もあります。これがエイボスのエウルスです。真空バッグで以前困ってたのがこのバキュームの口の位置です。Amazon で買ったいくつかの製品は口がこの上の方に角についていて、スプールのこのフランジ、端の出っ張りですねにぶつかって袋が破れることが何度かありました。エウルスはこのバキューム口がスプールの中心に来るように設計されてます。フィラメントの中心の穴に口が当たるのでフランジと干渉しません。こうやって密閉しておくとやっぱり安心感がありますね。で、袋が完全に透明なので中に何が入っているかが一目でわかります。ただ一つ注意点です。真空する前にジッパーはしっかり閉じてください。隙間があると空気が戻りやすくなります。
それと真空バッグは消耗品です。密封が永久に続くわけでも無限に再利用できるわけでもありません。時々チェックして空気が入っていたら再密封してください。このチャンネルでは 3D プリンターをもっと楽しく使うための情報を発信しています。梅雨シリーズとしてラボでは大量のフィラメントを保管乾燥している環境についても別の動画でお話しする予定です。マルチカラープリンターを持っててたくさんのフィラメントを管理している方には参考になると思います。気になる方はぜひチャンネル登録をして次の動画を楽しみにしておいてください。ここまで保管の基本をお話ししてきましたが、ここからは乾燥の話に入っていきます。ではもうすでに湿気てしまったフィラメントはどうすればいいか。これが次の問いです。これが乾燥機の役割です。乾燥機として今日おすすめしたいのがエイボスのポリフィーマスです。こちらですね。特徴を3つお話しします。1つ目が360度回転です。底の部分のモーターがスプールをゆっくり回転させながら加熱するので、加熱ムラが出にくくなってます。公式のスペックでは、この庫内の温度差を1度以内に抑えるとされてます。回転しない乾燥機だとヒーターに近い部分と遠い部分で温度差が生じるので、この差は大きいです。こうやってゆっくり回りながらまんべんなく温まっていきます。2つ目が乾燥しながら印刷できることです。複数の出口穴があるので、乾燥機からそのままフィラメントをプリンターに送れます。特にナイロンや TPU など湿気を吸いやすい素材を使うときに便利です。そして3つ目が LCD パネルの操作性です。素材別のプリセットが12種類、PLA、PETG、ABS、ナイロンなど9素材プラスカスタムの3枠がついてます。で、使いたい素材を選ぶだけで適切な温度と時間が設定されます。使ってみて気づいた点を3つお話ししておきます。まず、設定温度に達するまでに20分程度かかります。部屋の温度とかエアコンの影響もあるので、乾燥時間はプラス30分ぐらい足しておいた方がいいかもしれません。で、次に LCD パネルの温度表示が実際より低く出る傾向があるようです。で、放射温度計で確認したところ、庫内の実温度はちゃんと設定値まで到達していたので、問題はなさそうですね。で、3つ目は360度回転はこれオンにしといた方がいいですね。ヒーターがそこにあるので、回転させた方がまんべんなく温まって湿度が抜けやすくなります。ここまでで保管の道具と乾燥の道具それぞれ揃いました。では、これらを使って実際のワークフローを組み立てていきます。まず、ステップ1、湿気たフィラメントをポリフィーマスに入れます。LCD パネルで素材を選んで乾燥スタートです。PETG なら65度で6時間から8時間が目安です。ただし、フィラメントメーカーの推奨温度がある場合はそちらを優先しましょう。で、長時間の印刷で途中でまた湿気てしまうのが心配だなっていう時は、この乾燥機に入れたまま印刷を続けることができます。ステップ2、乾燥が終わったらエウルスの真空バッグに入れます。この時一緒に入れたいのが再利用できるシリカゲルと湿度インジケーターカードです。湿度インジケーターカードは色が変わることで湿度の状態を目視確認できるものです。袋の中がちゃんと乾燥状態を保っているかどうか外から見てもわかります。シリカゲルも繰り返し使えるものがおすすめです。どちらも概要欄にリンクを貼っておきます。そしてステップ3としては、使うときは袋から取り出して印刷します。終わったらまた袋に戻します。ただし、しばらく使わないまま保管していて、インジケーターカードが湿気のサインを示していたら、そのまま印刷せず、もう一度乾燥機で乾かしてから使ってください。ドライボックスで保管している方も同じです。湿度計がドライを保っているか時々確認してください。先ほど紹介したモバイルドライ、その東洋リビングのモバイルドライは粒がピンクに変わったら再生のタイミングです。コンセントに挿して乾かせばまた使えます。保管の道具もたまにメンテナンスしてあげることがとても大事です。
これで乾燥から保管まで一通り仕組みが完成しました。この乾燥機を常時つけっぱなしにするより、このサイクルの方が電気代もかからず、フィラメントの状態も長く保てます。で、素材によって乾燥温度の目安が違います。ポリフィーマスの温度設定は30度から80度なので、PLA、PETG、TPU、ABS、ASA まで対応できます。注意が必要なのがナイロンです。ナイロンの推奨乾燥温度はメーカーにより異なりますが、80度から95度が目安とされています。このポリフィーマスの上限が80度でもある程度対応できますが、完全乾燥が難しい場合があります。ナイロンを主に使う方はその点だけ意識しておいてください。ここまでのワークフローは、自宅である程度の数のフィラメントを保管している方向けのお話でした。では AMS マルチカラー印刷のシステムを使っていて、たくさんフィラメントを持ってるっていう方に向けては、次におすすめをお話していきます。さて AMS に入れてるフィラメントも当然敷けます。この AMS 初代は乾燥機能はついていないので、フィラメントは別途それぞれ乾燥させる必要があります。で AMS2 Pro も内蔵乾燥ついているんですけれども、これは印刷しながら乾燥っていうことはできません。乾燥させたものを入れるっていう形にはなります。別に4スプール対応の乾燥機を用意すると場所を取りますよね。そこで選択肢になってくるかなと思うのがこの ABOS のテトラスです。このテトラスは AMS の蓋の部分に取り付ける形で使います。蓋の部分を1回取り外して、このテトラスを組み立てて入れる必要性はあります。ただ、AMS に帽子をかぶせるイメージなので、新しく場所が必要ないです。テトラスの特徴を3つお話ししていきます。1つ目は3つの動作モードを持ってます。乾燥と印刷と保管です。で、乾燥モードでは当然最大温度で積極的に乾燥させます。で、印刷モードではこの低温のまま乾燥を維持しながら印刷できます。で、保管モードではこの設定している湿度を超えちゃったっていう時だけ自動で起動して、ちゃんと湿度を保ってくれるようにしてくれます。で、2つ目はこれ見ていただくと分かるように4つの制御パネルがついていて、4つのチャンバーの独立制御ができるようになります。なので AMS の4スプールにそれぞれ別の素材を入れていても、素材ごとに温度を変えて乾燥できるんですね。私も今この一番端っこは PETG、 これは PLA を入れてるんですけれども、こういう感じで素材が違っていても一緒に乾燥させることができます。そして3つ目は、1つ目でもお話ちょっとしたんですが、印刷中も乾燥を継続できることです。AMS2 Pro の内蔵乾燥は印刷中は乾燥できないんですけれども、テトラスは印刷モードでも低温乾燥を継続することができます。ただ、テトラスはバンブーラボ初代 AMS の初代向けの設計になっているので、AMS2 で使いたい場合はこのアダプターが必要になります。で、マルチカラー印刷をやってると4本のフィラメントを同時に乾燥させて印刷したいですよね。でも4スプール対応の乾燥機を別に置くとなると場所も取るし、取り出して乾かして戻すという手間もかかります。ただテトラスなら AMS の上に乗せているだけなので追加のスペースはいりません。乾燥機置く場所がないとか、フィラメント管理の手間をできるだけ減らしたいっていう方には特におすすめの一つかなと思っています。というわけで本日のまとめです。1点目、保管と乾燥は別の問題です。それぞれに専用の道具があります。2点目、乾燥、真空保管、使用の保管サイクルが一番コスパのいい湿気対策です。3点目、梅雨はもうすぐです。今のうちにフィラメントの状態を確認して対策を整えておいてください。次のステップとして、まずは手持ちのフィラメントで印刷中にパチパチ音がしないか試してみてください。音が出たら乾燥機で乾すのが先決です。今日の動画は ABOS さんの提供でお送りしました。
エイボスはもともと2017年にオーストラリアでナイロンの印刷に失敗したことがきっかけで生まれた会社です。原因がフィラメントの湿気だと分かって自分たちで乾燥機を作ろうと。そこからフィラメントの湿気対策に特化した専業メーカーとして乾燥機から真空保管袋まで一通りの製品を展開しています。今日ご紹介した製品のリンクは概要欄にまとめてあります。フィラメントの管理面倒だなと思う方もいるかもしれませんが、一度仕組みを作ってしまえばあとはルーティンです。プリントが失敗するたびに原因を探すよりも保管と乾燥を仕組み化しておく方が結果的には楽になります。このチャンネルではこうした 3D プリンターの実践的な使い方を中心に発信してます。皆さんがお家でどんな風にフィラメントを保管しているか、ぜひコメントで教えてください。こういう道具使ってますとか、こんな工夫をしてますとか、ちょっとしたハックでも大歓迎です。乾燥で失敗した話なんかも他の方の参考になると思います。コメントがフィラメント管理の知恵袋になったら最高ですね。もしこの動画が参考になったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。では最後に編集後期です。ありがたいことに最近はいろいろな会社さんから製品をご提供いただく機会をいただくようになりました。お話をいただいた時、自分がまずやるのはその会社のウェブサイトの About Us を読むことです。なぜこの会社を始めたのか、誰のどんな問題を解決しようとしているのか。今回紹介したこのエーボさんもオーストラリアでナイロンの印刷に心配したことがきっかけで生まれた会社ってすごいなと。そういう創業のきっかけって製品に現れてくるんだなと思ってます。もちろんこういった製品として使えるものであることが大前提なんですが、なぜこれを作ったのかっていう背景に共感できる会社の製品はやっぱり皆さんにも知っていただきたくてご紹介しています。皆さんもものづくりをされている方が多いと思いますので、何かを世の中に届けたい、誰かの役に立ちたい、そういう思いは共感してもらえるのではないかと思います。Amazon の商品ページだけでなく、メーカーさんの公式サイトで About Us とか、ヒストリーみたいなのを読んでみると、その製品の見え方がちょっと変わるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。